わー、綺麗。神秘的な雰囲気ですね。この地面に描かれた模様を見てください。波のように見えますね。不思議な UFO のような建物が現れました。わあ、こんな家に住みたい。こんな家に住んだら毎日とても平和な気持ちで過ごせそう。とてもおとなしいフクロウです。かわいいですね。皆さん、こんにちは。よしえです。今日は広島県にある面白い美術館を散歩します。禅と庭のミュージアムと言います。どんな景色が見られるでしょうか。それでは始めます。入り口の門を通ります。まずは受付に行きましょう。チケットを買う必要があります。目の前に素敵な建物がありますね。三角の屋根、かわいい。ここに受付があります。この禅と庭のミュージアム、ずっと来たかったんですよね。こんにちは。大人1名お願いします。じゃあ1800円お願いいたします。現金ですかね。ペイペイクレジットでも大丈夫。ペイじゃあ、はい。大人の料金は1800円でした。この場所を一言で表すと、文化を体験できる場所ですね。体験型のアートミュージアムのような感じです。右側に素敵な建物が出てきました。後で行ってみよう。左には池があります。素敵な庭ですね。ゆっくり歩いてどんなものがあるか見ていきましょう。受付で地図をもらいました。おすすめのコースを書いていたので、そのコースで進んでいきます。今日は平日です。昼の12時くらいです。人がほとんどいませんね。静かです。鳥の声もしますね。この場所は虫がたくさんいますという口コミを見ました。夏場は虫除けスプレーを持っている方がいいかもしれません。右側の景色を見てみたいな。この石の道を通って水辺に行きます。わあ、綺麗。天気がいいですね。私がこの禅と庭のミュージアムを知ったきっかけは Google マップです。Google マップを暇な時に見るのが好きなんですよ。楽しそうな場所ないかなと思って Google マップを眺めていたらこの施設を知りました。絶対行ってみたいと思ったんですが、実はちょっとアクセスが難しいです。今日は車で来ました。もしバスを使う場合は、結構バス停から歩くみたいです。前の方から声がしますね。右側に橋があります。記念撮影をしている人がいますね。私も後で行ってみよう。水の流れる音がします。ここから音がします。わあ、綺麗。神秘的な雰囲気ですね。水の流れる音ってなんでこんなに癒されるんでしょうね。そしてこれからうどんを食べたいと思います。
この施設の中にはレストランがあります。左側に行くと見えました。ここです。どんなうどんかな？ここにメニューが書いていますね。入ってみましょう。とてもお腹が空いたので早く食べたいです。ドアを開けて入ります。左側には傘立てと上着をかけるハンガーがあります。こんにちは。一人なんですけど。はい。外でもいいですか？もちろんです。こちらから出ていただいたら。はい。ありがとうございます。外の席、とっても素敵ですね。くださいました。外はやっぱりせせらぎが聞こえるので、マイナス4アビアビで、一番今、皆さんお客様はですね、外へ出られます。今日はいいですね。はい、気温が今日はいいですね。日差しもそんなにムシムシもしないですね。これは食事の前に唱えるお経だそうです。声に出してみてくださいと言われました。水車が見えますね。とても雰囲気のある水車です。うどんが茹で上がるまで少し時間がかかります。なので、ちょっと外を歩きます。皆さん、うどんと仏教には深い関わりがあるのを知っていますか？修行中の僧侶は、肉や魚を食べない食生活をしています。そんな中で小麦粉でできているうどんはとても貴重なものだそうです。そんな僧侶の食生活を体験できるようにうどんが提供されているそうです。楽しみです。美味しかったらいいな。すいません。思ったより早かったです。そうなんです。意外と細麺なのでですね、意外と早いんです。でまずお出汁をお楽しみいただいてですね、小皿にありますこちらですね、精進ふりかけと言いまして、お出汁に使っております干し椎茸と昆布、これを小さく刻んでですね、衣をつけて揚げてあります。はい。天かすみたいなイメージでですね、上に乗せてお召し上がりになってください。で、こちらの黒七味がですね、とっても山椒が効いていて辛いです。入れる量にはくれぐれもご注意ください。はいはい、ごゆっありくりどうぞがとうございます。では、いただきます。店を出て先に進んでいきます。右側に見えるのは茶室だそうです。お茶を飲む場所ですね。今日は入れないそうです。前に見えるものは何でしょうね。木が重なっています。調べてみたら、これはコンポストベンチというアート作品だそうです。木から落ちる葉っぱや枝を集めて堆肥にすることができるみたいです。面白いですね。これから向かうのは新勝寺というお寺の本堂です。実は新勝寺の敷地はとても広くて、今歩いているこの森も新勝寺の一部だそうです。本堂には有名な石の庭があるそうです。それを見たいです。ここに分かれ道があります。道を示す看板が出てきました。右に行けば階段が160段。左に行けば体に優しい緩やかな坂道。私は体に優しい左側にします。階段あんまり好きじゃないんですよね。少し赤く色づいている葉っぱがありますね。秋になったらもっと全体が赤くなるんだろうな。
秋に来た方が良かったかもしれません。でもとても綺麗。緑と赤のコントラストがいいですね。右側にある建物、素敵ですね。これもお茶を飲む場所だそうです。つい最近面白いコメントをもらいました。日本人はコーヒーよりもグリーンティーが好きですか？というコメントでした。確かに昔はコーヒーがなかったので、お茶を当たり前に飲んでいたと思います。でも実際私はコーヒーの方が好きです。多分今の時代はお茶が好きな人もいるけど、コーヒーが好きな人も同じくらいたくさんいると思います。こういうトピックって面白いですよね。例えば、イギリスはすごく紅茶が有名ですよね。イギリスの人はコーヒーよりも紅茶の方が好きなのかなとか、あと中国もお茶が有名じゃないですか。中国の人はお茶の方がコーヒーより好きなのかなとか気になりますよね。どうなんでしょうか。この場所には竹がたくさん生えていますね。この森の雰囲気とても素敵ですよね。歩きやすいように手入れはされているけど、でも森のナチュラルな雰囲気がします。すごく癒される空間です。ハイキングが好きな人にぴったりだと思います。森全体に高い木が多いです。だから夏でも日陰ができていて結構涼しいです。階段が出てきました。少しずつ山に登っていますね。看板に書いてあった通り、緩やかな坂道です。体力に自信がない人でも登りやすいですね。ここは工事をしているみたいです。網が張られています。地図によると、この右側の道を上がれば本堂だそうです。でも、まっすぐ行くとロバがいるみたいなんですよ。ちょっとそのロバを見に行きたいと思います。え、何？何の声？びっくりした。多分人が近づいてきたから泣いたんですね。めちゃくちゃびっくりしました。大きな声。では、階段を登って本堂に向かいます。さっきから全然人とすれ違わないです。多分今日は本当に人が少ないです。皆さんが日本に旅行をするときに人がたくさんいる場所に行くのが好きですか？それとも人が少ない場所をゆっくり歩きたいですか？もちろん人が多い場所っていうのはそれだけ綺麗で魅力があるところだと思います。でもこの場所のように人が少ないけどとても素敵な場所もたくさんあります。私のチャンネルではそういう場所も紹介したいと思っています。わあ、なんか本当に森の中に来ちゃいました。熊が出てきそうですね。でもこの地域には熊はいないはずなので安心して歩けます。やっと左側に建物が出てきました。これが本堂かな？狭い道を通っていきましょう。
この建物、想像以上に大きい。わあ、門も立派です。中も広いですね。これが石の庭か。左側と右側に石があります。建物側から全体を見てみよう。あ、やっと人がいますね。私以外の観光客を見たのは久しぶりです。階段で靴を脱ぐみたいです。新しそうな建物ですね。実はこの本堂は1977年に建てられたそうです。だからまだ50年も経っていないんですね。壁がコンクリートでできていますね。昔のお寺ではこういうことはないので、とても新鮮です。左に部屋がありますね。ここもとてもモダンです。最近日本のお寺で火事が増えています。昔のお寺はすべて木でできているので火事になりやすいです。そういう意味でここはコンクリートなので燃えづらいと思います。この廊下は本当にモダンですね。自分がお寺にいるのかわからなくなります。こっちの部屋が本堂だそうです。扉がいっぱいあってどれに入ればいいかわかりません。あ、矢印がありました。もう少しこっちに進みましょう。角を曲がったら、ここは景色が綺麗ですね。庭が美しいです。地面に模様のようなものがありますね。あれはすべて小さな石で作られた模様です。ではここから入ってみましょう。虫が飛んでいますね。虫が入らないように急いでドアを閉めます。あ、どうも。広いですね。ここなら何人でも入れそうです。そして床にはたくさんの畳が敷かれています。お焼香をします。お焼香は仏教の儀式の一つで、こうして香りを仏様に捧げることです。私は今3回お焼香をしましたが、実はこれは仏教の宗派によって違うそうです。このお寺は臨済宗なので、お焼香は1回だけだそうです。知らなかった。まあ、間違えたから何か起こるわけではありません。では、本堂を出て、もう少しゆっくり庭を見ましょう。この地面に描かれた模様を見てください。波のように見えますね。このスタイルを枯山水と言います。水を使わずに石や岩や木で山と水を表現する方法です。近くで見ても模様が綺麗ですね。ここを間違えて歩いたら大変ですね。模様が消えてしまいそう。でももし雨や風で模様が消えてしまったら特別な道具を使ってまた描くそうです。では本堂を出て階段を降りていきましょう。わあ、すごくたくさん階段がある。これが260段の階段ですね。降りるのは簡単ですが、ここを登ってくるのはかなり大変ですね。ここではいろいろな植物を育てているみたいです。この動画が公開される頃、
日本では夏休みです。皆さんの国も8月は夏休みですか？今年の夏は何をする予定ですか？私は旅行に行くつもりです。また旅行に行った先で動画を撮ると思います。右側に何か出てきましたね。これは手を洗う場所。そしてベビーカーもありますね。誰かがここにベビーカーを置いて、後で戻ってくるつもりなのかな？ここは門をくぐった方がいいのか、横から行った方がいいのか、わからなくて、横から行きました。はい、元々の道に戻ってきました。右を見てください。池の上にたくさん葉っぱが浮いていますね。これはハスの葉っぱかな？左側には建物が見えます。ここは何をする場所なんだろう。ちょっと読んでみましょう。国際禅道場って書いていますね。座禅を修行する場所のようです。皆さん座禅をしたことはありますか？私は座禅の座り方ができないんですよ。皆さんはできますか？橋に登ってみました。綺麗な景色。下から水が出ていますね。こっち側にもたくさんの葉っぱ。次はアートパビリオンに行ってみたいと思います。今日ここに来るまでの間にこのアートパビリオンの説明を読みました。でもあんまりよくわからなかったんですよね。波間に光が反射する圧倒的なインスタレーションを体験できますって書いてあったんですけど、どういう意味って思いました。ここに橋がありますね。道路を越えるためにこの橋を渡らなければいけません。そしてこの木のトンネルの向こう側にそのアートパビリオンが出てきます。不思議な UFO のような建物が現れました。多分この中でその映像を見られるんだと思います。こっちが受付かな？あ、人がいますね。こんにちは。入りたいです。大丈夫です。はい。こっちの庭も素敵ですね。石をたくさん使った庭です。このアートパビリオンの中では撮影ができません。なので終わった後に皆さんに感想を伝えます。どんな内容なのか全く想像ができません。楽しみです。この体験はだいたい25分くらい続くそうです。それでは行ってきます。はい、終わりました。一言で説明するのはすごく難しい内容です。まず真っ暗で何も見えない部屋に案内されます。そして映像が始まってもほとんど何も見えません。本当に小さな光と音がします。で、まるでなんか目をつぶっているような感覚になります。でも目はつぶっていないんですよ。たまに光が強くなったり、音が大きくなったりします。
それが25分も続くので、たまに不安になります。そしてたまに頭が空っぽになっていることに気づきます。本当に不思議な体験でした。ぜひ皆さんにも体験してほしいなと思いました。見る人によって感想が全く違うと思います。皆さんの感想も聞いてみたいです。こっちには何があるのかな？ここは浴室って書いていますね。お風呂に入れるみたいです。今日は入ることができないみたいです。素敵な建物。こっちの建物は何だろう？入れるかな？ここはお茶屋さんですね。お茶を飲んでお菓子を食べることができるみたいです。こんにちは。すいません。ここってお茶飲む人だけの場所ですか？全然見学でどうぞ。いいですか？旅の人みたいなやつ。旅の人みたいな感じです。旅ログ。旅ログ的な感じです。閲覧のまで今、はいミーティングしてるんで、はい、大丈夫です。取れないんですけど、ここが入れるんですよ。素敵。時空間をつで、茶釜で。この茶釜は実際使われている。そうですね。こちらの煎茶の泡餅セットっていうのがあって、はいこの泡餅セットのおかわりをするときに、1煎目は入れてるんですけど、2煎目茶葉のみが入っておりますので、こちらで。お湯だけ入ってるんですね。そうへえ。中覗いてみてもいいですか？いいと思います。熱いんで作ってください。こういう感じで布巾で、わあ。はい、はい。ここに置いていただいて、で、これで、こういう感じで。もうじゃあおかわり自由みたいな。そうですね。まあ、茶葉が2煎目ぐらいまでいい香りなので、だいたい2煎目ぐらいまで楽しんでくださいって言ってますけど、あと上見上げていただきますと、かやぶきの中が見えますので、おお。皆さん結構高いですね。多いです。こっちは見えないんだ。こっちはね、見えないですね。すごく丁寧に説明してくれました。ここでお茶を飲んだらゆっくりできますね。窓から見える庭もとても素敵です。扉が重いので開けてくれました。わあ、こんな家に住みたい。こんな家に住んだら毎日とても平和な気持ちで過ごせそう。こっちで回れるんですかね。で、玄関に行きます。じゃあこのまま去ります。ありがとうございます。このテラスのスタイルを縁側と呼びます。最近の日本の家では縁側が少なくなっています。私の家にも縁側欲しいな。ここでお茶を飲みたかったんですが、実は近くに素敵なカフェを見つけたんです。そのカフェに行きたかったので、ここで飲むのは諦めました。では、このミュージアムを出て、そのカフェに行きましょう。そのカフェは、この場所からすぐ近くにあります。着きました。アウルランドカフェと言います。名前で気づいた人もいるかもしれません。ここはフクロウカフェです。カフェの中にフクロウがいると聞いて、何それ行ってみたいと思いました。右側にはキャンプロッジがありますね。キャンプもできるのかな？お店の前に青いかわいい車があります。ベンチもありますね。外でコーヒーを飲むこともできるみたいです。でも今日はフクロウを見に来たので、もちろん中でコーヒーを飲みたいと思います。
家具がとっても可愛いですね。あれ？ここにフクロウがいると思ったら置物でした。扉を開けると中も木がたくさん使われていて素敵です。犬がいました。吠えられたので少しびっくりしました。かわいいワンちゃん。席に座るとすぐにフクロウが見えます。とてもおとなしいフクロウです。かわいいですね。いろんなところ見てる。なかなか目が合いません。触ったり餌をあげたりすることはできません。静かに見るだけです。皆さんの国では野生のフクロウはいますか？日本もいるんですけど、近くで見ることはなかなかないですね。そして私は冷たいアイスコーヒーを注文しました。この日はとても暑かったので、アイスコーヒーが美味しかったです。コーヒーを飲みながらゆっくりフクロウを眺めました。それでは今日の動画はこれでおしまいです。この動画が面白いね、いいねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価、インスタグラムのフォローもお願いします。ペイトリオンではこの動画のトランスクリプトを配信しています。ぜひメンバーシップに入ってもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。